私は割と持ち家主義の人なので、正直ファッション系ブランドの時計って敬遠していまして、おそらくこの動画を見てくださっている時計好きの方もそういうタイプが多いんじゃないかと思うんですけど、やっぱり時計メーカーの作るバリバリの機械式時計がいいですよね。とそんな風に考えているんですが、今回はエルメスのケープコットを押したいんですね。いや、エルメスはバグ屋さんやんけ。いや、そうなんですよね。今回紹介するのはバグ屋さんの時計なんですよね。いや、しかしですね、この時計はただのファッション時計ではないと言いたいんです。なぜなら、超絶人気デザイナーのマルタン・マルジェラが1枚噛んでるから。はい、というわけで、ケープコットの推しポイントをつらつら話していこうと思いますが、ところで皆さんはマルジェラさんをご存知でしょうか？私はファッションに気を使うようになってから知りまして、一般の認知度ってそんなに高くないんじゃないかと思っているので、まずはマルタン・マルジェラさんについて紹介していきたいと思います。マルタン・マルジェラさんはベルギー出身のファッションデザイナーで、1988年に自身の名を冠したブランドメゾン・マルタン・マルジェラを設立します。しかし残念ながらマルジェラさんは2008年のコレクションを最後にメゾン・マルタン・マルジェラを退任してしまいまして、後任として2014年にジョン・ガリアーノさんがクリエイティブディレクターに就任しました。この時にブランドもメゾン・マルジェラと名前を変えて現在に至ります。マルタン・マルジェラさんのデザインの特徴ですが、よく言われるのは匿名性と脱構築ですね。匿名性というのは、例えばですけど、普通のブランドってブランド名が書かれているタグをつけているじゃないですか。でもマルジェラの服には当初何も書かれていない白いタグに四隅を糸で留めただけのものがくっついていたんですね。それはブランドの名前ではなく、純粋に服を見てほしいからという思いが込められているからなんです。そしてこのタグは今はカレンダータグと呼ばれる0から23の数字のいずれかに丸がついているものになっていまして、この数字でどのコレクションラインのものかを示すものになっています。しかしですね、これ匿名性のためのタグだったんですが、ガリアーノさんになってからブランドのアイコンとしてデザインに使われていまして、4つタグイコールマルジェラっていう具合になっているんですよね。アイロニーを感じますね。はい。で、あとは脱構築。わかりやすいところで言うと、アーティザナルっていう特別なラインで既存の古着を解体再構築して新しい服にするってことをやっていたりしますね。直接的な意味ではそんなところだと思いますが、もっと広い意味で脱構築を捉えると、ファッションという概念を解体再構築したと言えるかもしれません。例えば身近なところだとダメージジーンズ。今だと普通に目にしますが、ダメージジーンズが市民権を得るに至ったのはマルジェラがきっかけになっていますし、あとはジャーマントレーナーはドイツ軍のトレーニングシューズだったものをマルジェラがファッションアイテムとして消化させています。といろいろうんちくはあるんですが、簡単に言うとマルジェラさんは90年代を代表するデザイナーであるということです。そしてですね、マルタン・マルジェラさんは1997年から2003年までエルメスのデザイナーを務めていました。この時期のエルメスの服はエルメス・マルジェラ期と呼ばれていて、未だに高い人気を誇っています。あとはマルジェラさんがメゾン・マルタン・マルジェラを退任するまでの作品もマルジェラ本人気としてアーカイブが人気になっていますね。マルジェラさん自身はすでに引退してしまっていますが、未だに人気は衰えていないといったところでしょうか。ちなみになんですが、今のメゾン・マルジェラで買えるものでおすすめするとすればドライバーズニットですかね。マルタン・マルジェラさんの時代からのド定番で、かつとても使いやすいアイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ではマルジェラさんの説明はこの辺にして、いよいよケープコットを紹介していきたいと思いますが、ケープコットは1991年に誕生したモデルで、エルメスのデザイナー、アンリ・ドリニーさんによりデザインされたものです。アンリ・ドリニーさんといえば彼のデザインが有名ですが、その他にもいろいろとデザインしているアイテムはありまして、時計で言えばケープコット以外だとアルソンもドリニーさんのデザインです。そしてドリニーさん、実はエルメスの本店にアトリエがあるというすごい方なんですよね。はい。でですね、続いてケープコットのデザインを見ていきたいと思うんですが、このケースデザインには逸話がありまして、デザインを担当したドリニーさんは当初エルメスから正方形の時計のデザインを指示されたそうなんです。ところがドリニーさんは長方形の時計をデザインしたかったと。そこで考え出されたのが長方形の中に正方形を重ねたようなケースデザインなんです。
ただこの時計のデザインの面白いところはそれだけではなくて、そもそもこのモデル名、ケープコッドはアメリカのマサチューセッツ州にある半島の名前が由来になっているんですが、ケープコッドといえば高級リゾート地、海、ビーチですよね。では皆さん、海とエルメスから連想されるものって何かわかりますか？海、船、怒り、エルメス。はい、そうです。シェーヌダンクルですね。ケープコッドのデザインはシェーヌダンクルから着想を得たとも言われております。余談ですが、このシェーヌダンクルのブレスレットが人気すぎて買えないんですよね。芸能人の方とか雑誌とか SNS の影響らしいんですけど、はい。で、それを踏まえてケースを見ていくと、直線の中に丸みを帯びたフォルムはまさにシェーヌダンクルですね。長方形、正方形、そしてシェーヌダンクルという要素をうまくミックスさせたデザインになっていますよね。そしてダイヤルを見ていくと、この特徴的なインデックスのフォント。こちらもシェーヌダンクルをモチーフにしたデザインとなっています。全体的な印象の話をしますと、革ベルトにこの四角いケース。シンプルなダイヤルなので上品な雰囲気がありますが、そこにこのインデックスの数字がややカジュアルな印象を与えながら、でもよくよく見ると数字の縁取りとかその辺がエルメスらしくパキッとしているところがいいですね。あとは針ですが、ジェンタバリンになっていてスポーティーでありながら細いのでそこまでカジュアルにはなってないんですね。まとめると全体的にエルメスらしい上品な仕上がりになりながらも、インデックスと針が少しだけカジュアル、スポーティーなエッセンスを加えていて、ちょうどいいバランスになっているんじゃないかと思います。はい。マルジェラ出てきてなくね？いや、ノブロック TV でトータルテンボスさんが100ボケ100ツッコミっていう企画をやってるんですけど、いや、それが面白くてリピートして見てしまってですね、ちょっとトータルテンボス感を出してみたかったんです。まだトータルテンボスさんの100ボケ100ツッコミの動画を見たことない方はぜひ見てください。本当に面白いので、はい。いや、だからマルジェラはい、マルジェラですね。最初にもちょっと触れましたが、マルジェラさんは1997年から2003年までエルメスのデザイナーを務めてらっしゃいました。その時ですね、1998年なんですけど、今はもう当たり前にありますけど、ケープコットにドゥブルトゥールというベルトを二重巻きにするモデルが発売されたんですね。それがマルジェラさんが考案したものなんです。これがまたマルジェラさんらしさが出てると言いますか、ベルトを二重に巻くというのはよく考えると時計の付け方としてはちょっと邪道じゃないですか。いや、なんですけど、そのちょっとした崩しがあるにもかかわらず綺麗に収まっている。いいですね。あとは脱構築っていう考えを踏襲すると、時計と革ベルトっていうのをブレスレットとして再解釈したっていうことなんですかね。だからこのドゥブルトゥールモデルはよりブレスレット感覚で使えるっていうのが魅力の一つになってますよね。はい。という感じで、ケープコットは2人のすごいデザイナーが作り出した素晴らしい時計であるってことなんですが、最後になんでこの時計をチョイスしたのかっていうのを話して終わろうと思います。理由は3つほどありまして、1つ目なんですけど、皆さん経験があると思いますが、機械式時計ばっかり持ってますとね、クォーツの時計を使いたくなる時があるんですよね。やっぱり便利ですよね。ゼンマイを巻かなくていいっていうのと、精度がいいので使いたい時にパッと使えて。で、1本は持っておきたいと思うんですけど、機械式時計とかお高い時計ばかり見ているとですね、目が肥えてきてしまって、クォーツって結構チープに見えてしまう時があるんですね。とはいえ、お財布事情的にも私はそんなに高価なものは買えないので、クォーツの時計は割り切っておりますが、一方で、じゃあいいクォーツの時計を選ぼうってなった時に選択肢があんまりないんですよね。正直なところ、高級クォーツ時計といったらカルティエのタンクマスと一択だと思っているんですが、それ以外にはないかなと思った時に、このケープコットがなかなかいいんじゃないかと思ったというのがあります。なので触れてませんでしたけど、ケープコットはクォーツのモデルがおすすめですね。あとは2つ目の理由ですけど、高級時計ってファッションデザイナーとコラボしたってあんまりないじゃないですか。オーデマン・ピゲがこの前マシュー・ウィリアムズさんとコラボしたロイヤルオークを出したのが記憶に新しいんですが、ああいうことやるところって少ないですよね。で、そう考えた時にですね、超人気デザイナーが関係している時計が欲しいなってなったら、もうこれだろっていうことで取り上げたかったっていうのもあります。マルジェラさん本人の時代のアーカイブが人気なので、その人気にあやかってぜひ推したいと思った次第であります。
あと最後はですね、最近私がマルジェラに傾倒しているっていうことですね。はい。とはいえですね、まあこれ本当に最後の一言ですけど、いい時計だとは思いますという前置きをした上で、お値段そこそこしますよね。高級時計の価格帯の中で言えばそれほどではないんですけど、クォーツっていうのを踏まえると、ちょっとおいそれと手は出しづらいなと思いますよね。そこだけですかね、気になるのは。でもまあ先ほど触れたカルティエのタンクマストも結構しますから、むしろ高級クォーツ時計ってこのくらいの価格がスタンダードなのかもしれませんね。はい。では今回はこの辺で終わりにします。それではみんなあったかくして寝ろよ。